やっと今回公開します。全部。はい。じゃあ早速紹介していきたいと思います。1個のアプリしか使わなかったです。勉強用。はい。で、何のアプリを使っていたかというと、一斉のせこんにちは、ひまひまです。今回ですね、今日すっぴんなんですけど気にしないでください。でですね、今回は、私、よくね、テスト勉強とかでさ、タブレットで勉強しますとか言ってたじゃないですか。そうで、高校生になってからめちゃめちゃタブレット勉強法をするようになったの。本当にタブレットでめっちゃ勉強してて、で、それでめっちゃ成績上がったのね。なんていうの、その勉強法が自分に合ってたっていうか、もちろんタブレットだけじゃなくて、紙で、めちゃめちゃ工夫していろいろ勉強することもあるんですけど、ただ、そのタブレット勉強法を教えてほしいっていうコメントも、もう実は当初からめちゃくちゃいただいてたんですよ。なんで今日は、ついに、ひまひまのタブレット勉強法完全公開しちゃいたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで早速紹介していきたいんですけど、いやこれ本当にね、内緒にしてきたんですよ、実は。本当に内緒にしてきたの。でも紹介しちゃう。で、なんでかというと、ちょっと秘密にしておきたかったの。いつか言いたいから。いつか言いたいから、ちょっと内緒にしてたかったんだけど、ちょっと結構それは自分の、ちょっとまだ温めておこう精神が働いちゃってて、勝手にね。そう。でも、やっと今回公開します。全部。はい。じゃあ早速紹介していきたいと思います。まず私が使っているタブレットは、じゃん、こちら iPad なんだけど、これめっちゃ古いやつね。なんか、高校に入学した時に、高校でタブレットを買うじゃん。で、私の学校 iPad だったのよ、最初。で、iPad を買って、みんな iPad ね。で、このもう機種、もう設定されてて、絶対これなの、みんな。で、なぜかホームボタンがついてるやつ。あ、でもそんな高くないのかな、昔のだから。ホームボタンついて、これ何なんだろう、 iPad なんこれ。2604って書いてある。Apple、モデル2604。どうなんだろうね。こんな感じで、みんなここにプリとか挟んでたよね。まあそれは置いといて。でもこういう感じですね。もう超シンプル。しかもこれ時間合ってないんですよ。ずっと。って感じです。で、Apple Pencil も必要です。なんで iPad は別に本当に何でもいいです。家で使ってるやつはこのタブレットじゃないんだけど、私はこれはもう勉強用って割り切ってずっとこれ勉強用に使ってたのね。だからアプリも YouTube 入ってるのかな？ YouTube 入ってる。でも見てない。YouTube もやってないし、見てないし、本当に1個のアプリしか使わなかったです。勉強用。はい。で、何のアプリを使っていたかというと、こちらなんと iPhone にもともと入っている写真のアプリですそう、実は写真のアプリをね、使ってたんです。で、ちょっとじゃあ画面録画しようかな。はい。で、こんな感じなんですけど、早速、紹介していきます。写真のアプリで、もう、本当にシンプルね。そう。で、この勉強法は、高校入ってから知ったのかな？どうなんだろう？高校入ってから知ったって感じです。で、そっから自分流にちょっとずつ、こう、アレンジして、今のタブレット勉強法ができたっていう感じなので、ぜひ、これから高校生になる方とか、まだテストが残ってる方とかは、ぜひ参考にしてください。はい。で、ですね、タブレット、ぶっちゃけ何でもいいんだけどね。iPad が一番やりやすい、私は。で、まずですね、なんと、じゃん、こんな感じで、これ左側見えますか？今は全部アルバムにしてましたね。英語、倫理とか、政治経済、文学国語とか。まあ、その年の教科を、これ多分ね、もう、今はもうほぼテスト終わったから、消しちゃったやつもあるんですけど、こんな感じでアルバムにしてるの。で、このアルバムにする作業をテスト、2週間前からかな。アルバムに全部まとめます。で、何をまとめるかっていうと、はい。地学ですね。じゃーん、こんな感じです。で、これ何の写真って思うでしょ、みんな。これね、実はなんですけど、実は2週間前から、ワークの写真とノートの写真と教科書の写真、全部、まず携帯で撮るの。そう、これも大事。ポイント。タブレットで写真を撮るのもいいんだけど、画質が落ちちゃうから私は携帯で写真を撮って、エアドロしてた。タブレットに。もうそれがね、一番しかも効率もいいし、おすすめです。マジで適当で大丈夫。で、こうやって、ここが、地学なんだけど、ワークの写真ね。ワークの写真。これ上ワークの写真で2列が。で、その下がノートの写真。で、
その下が教科書の写真ですね、全部。で、最後まとめプリント。みたいな感じで結構、こうやって全部を写真撮ってました。で、実際どうやって勉強したかというと、まず私の中では2週間前にこのタブレットの中に写真を全部入れたら、よし、頑張るぞってこうエンジン付けたの、これが。で、こっから頑張ろうっていう感じね。私本当に授業聞いてないんですよ。これ本当に内緒ね、学校の先生には。本当に授業聞いてなくて何にも頭に入ってなくて、眠くなっちゃうから本当にぼーっとしてるか、意識が飛んでるか。授業で頭に入ることほぼないんだけど、国語以外。英語、国語以外かな。なんかそこら辺以外全部頭に入らない。だから中学とかも本当に頭に入らなくって、先生は大好きなんだけど頭に入らないんですね。で、先生は悪くない。私が悪い。で、だからワークとかを徹底的にやらないと点は取れないの。だからワークを徹底的にやります。だからワークからやって、で、ワークをやったら自然とワークを覚えるからいっぱいやると。そしたら教科書に行って、で、教科書で重要ポイントをやっていくっていう感じです。だから教科書も最初もう何を言ってるのかわかんないから、ワークからやって教科書を理解できるようになるのがコツです。で、ワークなんだけど、じゃん、こんな感じ。これね、どうなってるかというと、こうなってるんですよ、いつも実は今の勉強法。こうなってたんです。で、これが何かというとね、これわかる？ワークの答え隠れてるんですよ、これ全部、こうやって。ほら、ね、いっぱい隠れてるでしょ。そしたら、これどうやってやるかというと、この隠し方をまず教えます。あ、で、隠れてるからどうすんのってなると思うんだけど、これ編集ボタンがね、これ右上にね、編集ボタンあるじゃん。押します。これ多分、だいたい編集で。そしたらこの右から3番目のこのボタンあるじゃないですか。ポチ。はい。そしたらこんな感じで、ペン、マーカー、消しゴムとかが出てくるのね。そしたらこの、私は、こう消しゴムで、こうやると、消えてくよっていう。だから、例えばじゃあこのカッシーニの考え、フランス国内の軽量結果から北極、南極方向に膨らむラグビーボール型の、なんだろうなぁ。あ、これ回転随円形じゃない？正解みたいな感じで、こうやって覚えていきます。で、これのやり方を今から皆さんにお教えしたいと思います。じゃあ一旦ここら辺消してみる。ここら辺消してみるか。この左上全部消します。はい、こんな感じ。消すじゃん。じゃあまずここ、もう、一旦ワークに、ワークにまず書き込むのよ。で、書き込んだワークを写真撮ってください。これ大事。いいですか？いいですか？めっちゃ嫌だ。そう、書き込んだワークを写真撮ってね。で、このまず編集ボタンを押します。で、このペンボタンを押します。そしたらこうやって出てくるよね。そしたらこのペン。これ何色でもいいけど。こうやってやって、このマーカーね、左から2番目の。で、このマーカーでこう消します。シューッと。はい。これ全部消しちゃおう。こうやって。ピーピーピー。ピーピーピー。ピー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 。これ覚えながら消すといい。OK。そしたら完了って押すじゃん。これ右上。で、右上のチェックボタン。で、終わりです。で、もう一回編集を押して、ペンのところを押して、で、次消しゴムで、アリストテレスをはじめ。明るさは変わらないが、コードが変わる。みたいな感じでこうやって覚えていきます。で、ここでまた完了をしちゃうと、そこで、完成になっちゃう。この状態で完成になっちゃうからじゃなくて、もう、一回保存してあったら、このキャンセルを押せば、また元に戻ります。はい、こういう感じです。で、一生勉強してました。超簡単な仕組みすぎてさ、何の種の仕掛けもないんだけど、実はね、こうでしたね。で、これ今、左上に1周目とか書いてるじゃん。これは、1周目で間違えたものは黄色でペンで書こうって思ってたから、こう今みたいにいっぱいやるじゃん。こう、勉強して、あーなるほどねって思ったら1個前に戻って、またつけるじゃん。そしたらペンとかで、じゃあ、1周目で間違えちゃったから、星マークつけとこう。みたいな感じで完了って押せば。はい。これで1周目間違えたなってわかるじゃん。そういう感じで、マークをつけてました。で、ワークはこんな感じでずーっと全部、ほんとずっとやってて。で、ノートも全くね、実は一緒です。こんな感じでノートとかってさ、わざわざオレンジペンで書くのめっちゃめんどくさくない？そう、これがね、いいのよ。もともとコピーされてるものとかを写真撮って、これで隠せば本当に簡単だし、あとなんといってももう持ち運びが超便利じゃない？
教科書、ワーク、ノートとか全部持ってってたら本当に重くなるから腕ちぎれちゃうじゃん。だからタブレット1枚持ってってっていうのがすごく便利です。これは本当にねですね。でこんな感じでやってて、あと教科書とかもこんな感じで隠してた。意外と教科書からやっぱ問題って出たりするから、教科書を押さえておくのも本当にね、テスト勉強では大事だね。ぜひも思いますね。この勉強法本当におすすめだよ。やっぱりでもちょっと目が疲れてきちゃってって時もあるから、そういう時は紙で勉強したりわざわざやってましたね。でも紙の方が集中できる時もあるから、まあそれは本当時と場合によってたけど、タブレットめっちゃおすすめ。例えばほらこれとかもさ、教科書に書き込みたくない時に、そうこれね伝わるかわかんないけどちょっとやってみます。これこれ答えを間違えてたらごめんなさい。ちょっと人に書いたんだ。これね、そう教科書に直接書き込んでんじゃなくて、この教科書の写真を撮ってそれに書き込んでるの、上から。だから消えるのこれ、ほらね。でもまあ、一旦こんな感じで教科書の写真撮るじゃないですか。で書き込むじゃん、上に。で完了って押すじゃん。でそしたらね、この左のこの上から3番目のこのボタンあるじゃないですか。でこれでね、一旦こうやって縮めるのよ。ちょっとでもいいからこうやってで完了って押すの。そしたらなんとね、これが保存されてね、もう消しゴムでね消せなくなってるんですよ。文字がほら見て、すごくない？これすごくない？これひばが気づいたんだよ。でねだからね、こっから上からこう消せるのよ。こうやって見て。でまた保存するじゃん、さっきみたいに。でまた編集でさ、これで消しゴムでこうやって消せば、見て、すごくない？書き込んでるやつを写真撮ってんじゃなくて、上から書き込めば、まあスクショしてもいいんだけどね、その画面を。どっちでもいいんだけど、この方法でやると、その書き込んでない教科書にもこうやって書き込んで、上からタブレットから書き込んで、タブレットで隠せるのでめちゃくちゃおすすめです。この方法でいけば、例えばなんだけど、見て、自分でこうやってまとめプリントを作って上から消すっていうこともめっちゃやってた。とにかくね、何を忘れてもいいように、なんかその持ち運びの時に便利なように。あとは見てください、じゃん、メモ。普通にメモのアプリあるじゃん全部 iPhone の中にあるアプリでやってんだけど、メモあるじゃん、アプリね。あれにメモに書き込んでメモをスクショするの。そしたらこのアルバム内に入るから、そのスクショしたやつをこうやって自分で暗記としてやってましたこれよくない？本当におすすめなの。だからぜひ皆さんもやってみてください。というわけでこんな感じかな。というわけでこれで以上です。今回はひまのタブレット勉強法完全版を紹介しました。すごくリクエストをいただいていたので、やっと紹介できてとても良かったと思います。ぜひ参考にしてくれると嬉しいです。これめちゃくちゃ効率いいので、ぜひやってみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。おすすめです。